グラムでいくんですね。100グラムで400円なんですね。はい、じゃあ取っていきましょう。他にもね、具材がいっぱい、シーフード関係、お肉、うまそうだと。いや、一番うまいじゃないですか。濃厚の1からですね、簡単に言えば。どうもこんにちは。こんにちは。バロンザマスでございます。そして、若宮です。若宮ですね。若宮食うということは視聴者コメントやってみたシリーズということで、グルメな、今ね、8月38度、39度、皆さん大丈夫ですか？怖いわ。怖いね。いや、丸焦げですね。いや、そうでもないですよ。いや、そうでもないって、いや、だいぶ黒いと。焦げパン2人。はいね、まあそういうわけで本日はね、チャンネル登録さんの視聴者コメントやってみたシリーズちょっと簡単、はい、最近茨城駅でできたっていう意味ではなんかマーラータンのお店ってなんかえらい増えてますね。なんか増えてるっすね。何個か知ってます？茨城高槻とか知ってますけど行ったことないんです。行ったことないということで、オワコンさんいつもありがとうございます。で今回はですね、有名な左馬さん、茨城のね、めちゃめちゃ有名なうどん屋、美味しいですね、なんとその隣に新しくできてまだ行ったことないんやけど行ってきてということで、若宮と投入しようという、マーラータンって何でしょうね、そもそも流行ってるけどえらい若い子に。なんなんでしょうね。多分担々麺の酸味がある感じかなとかマーラータン思ってるんですけど、ちなみにね、マーラータンって聞いて皆さんね、麺類と思うかもしれませんけど、マーラータンはパイタンスープのタンと一緒でお湯って書くんですね。だからマーラータンはスープなんですよ、でマーラータン麺までいくと麺になると思うので、まあいろいろなんか入れて食べれるんですよね。自分でチョイスするんですね。中国発祥ですよね、行ってみたいと思うんですけども、実はもうついているということで、でちょっとだけもうこのまま行きましょうか。目の前ですね。若宮が希望したんでねちょっと車の記事、じゃあ行きましょうか。やっぱ左馬さんめちゃめちゃ並んでますよ。本当だね。はい、じゃあどうですかね、マーラーメン。野菜自体いっぱいなんですね、やっぱね。ちゃんぽんみたいにいろんな入ってますね。なんかこの写真の麺が全然うまそうじゃない。ちょっとこれから行くのに。じゃあ行ってみたいと思います。本物じゃないかこれ。ええか。いやもう麺これほら。インスタント麺みたいに見えるけど。行ってみましょう。行きましょう。当初ほんまですね。そうね、ご許可をいただいた。だからやっぱインスタントもあるんですよ。これなんでしょう。何春雨。いやちょっとまず通りませんか。次お客さん来たらあれやと思う。だからグラムでいくんですね。100グラムで400円なんですね。はい、じゃあ取っていきましょう。なるほど、わかりやすい。まあ要は鍋ですね。好きに入れていけばいい。いろいろあるんですね。他にもね、具材がいっぱい、シーフード関係、お肉、もちろん餃子とかもあってね、野菜もいっぱい取れそうです。好きなだけ取ってグラムで買えると楽しいですね。ガンガン取っていきます。スープも選べるんですね。濃厚とか辛いやつ、あっさり、でグラムで測ります。ちなみに僕はちょっとめちゃめちゃいってんねんけど俺600超えてる。どうですか、なんかね、上来たら意外とまだ広くて広いですね。全ては新品なんですけども、こんな感じでセルフにもなってますね。取っていきましょうか。何よりおしゃれなんがこのオレンジ、中国からオレンジでオレンジ黒で統一されてるんですね。これは飽きが来ないです。1回目来て2回目また味変えて食べてみようってなったらね、なんかもう食べる前から次のこと考えてなんか人気が出る理由が分かってきましたね。入れてもこんなのね。何この見栄え、これやっぱエビが効いてますね。いや多分具材の選び方ってこれポイントなんでしょうね。ですよね。結構ね、センスが問われますね。はい。うまそうだ。問われますね。いや一番うまいじゃないですか。一番美味しそうです僕。ボリュームやもん。
ある。いやいやいや、ちょっと待ってよ。俺だけでかいな。でも誰がうまそうって言って俺でしょ。本当にやっぱエビやない。これ若民さん。エビ隠してみ対して変わるわ。佐々木さんはもうラーメンの水ね、スープ。俺こう逆にラーメンみたいなと思ってる。スープの量が。はい、じゃあいただきいます。ただきます。あ、僕らパクチー入れまくってるから。濃厚の一からですね、簡単に言えば。ほんまやね、ほんまや。じゃあ召し上がれ。すごく特有の麺ですよ。特有の。まあ、ちゃんぽんみたいな。あ、これ。お、2人とも気に入ってますね。うまい。あ、うちのおかみは早速味変ですね。山椒のラー油ですね。はい、ご飯どうでしたか。いや、ご飯ね、もうなんか予想の10倍ぐらいうまかったです。 10倍。すごい。で大体ああいう味やなとは思ってたんですけど、まあちゃんと、ごまだれのね、風味があったというか、で僕はなんか麺ちょっと何麺か忘れたんですけど、コーン麺かなあれ。ちょっとちゃんぽんみたいなちゃんぽん。太麺やったね。太麺でね。あれが昔東大阪の布施で、中国人がやってるしゃぶしゃぶ食べ放題の店で、あの麺出てきたんです。本場の味ってことなんかな。はい、鍋に合う麺ってことね。でそれ以来あの麺に出会えてなかった。おお。たまたまそれでした。あ、そう。感動してるやん。本当。ちょっとちゃうかもしれんけど、なんかああいういつもの若民じゃない。ね、いつも若民じゃないですね。だから予想を覆すうまさやったんですね。どうせなんかなんていうかな、深みのある味じゃないやろうなとは思ってたんですけど、全然ちゃんと美味しく食べれた。はい。はい、じゃあこれ佐々木どうでしたか。本当にね、ベースのそのスープは普通に美味しくて、普通にというか美味しくて、で今日はあんまり味変にしなかったんですけど、いろいろなんていうのあれ、薬味みたいなとか、スープのそのタレ、なんていうんだろう、調味料みたいなのがいっぱいあって、あれをいろいろ試したかったな。だけどもう今日の分でとりあえず満足して美味しく食べれてしまって、また食べに行きたいなと。あ、今度味変してね。そうそう。一回とりあえず行ってみたら次から自分で変えていけるから、割とね。そうですね。常連性の強いお店になるかと思うんですけども、はい、お店の名前なんですか。リリマーラータですね。ちょっと失礼な表現になるかもしれませんけど、左馬さんのすぐ右隣、イオン茨城から近くで、反対側にね、駐車場、コインパーキングもありますので、自転車やバイクで来れない方、もしくは駅から歩いてこない方はもう車も駐車場に入れてもらうということでね。ただ道路がめちゃめちゃ混むからね。そうですね。ただ店内めちゃめちゃ若見に最初に言ってたんですけど、ほぼ女性でした。ぜひともね、男性諸君は奥様や彼女を連れてですね、行っていただければと思います。それでは失礼します。バイ。はい、ありがとうございます。ザ・マスチャンネル。今日の小ネタは若民髪の毛切ってしまった変でしょこれ。切ってから尖ったんが丸くなったんかね。丸くなった。あら。いや、いいやつになって、だから爽やか笑顔になってましたね。なんか小籠包みたいな、あれはなんかもう皮がなんかもちもちじゃなくてぐにょんぐにょんというか、あれ一応フカヒレのやつやってんけどね。全くフカヒレは感じなかったです。感じなかったですか。ねちゃねちゃ、もちもちじゃなくてねちゃねちゃ、冷凍特有の。今日味うまかったでしょ。美味しかったな。僕インスタント麺にしましたけど美味しかったです。むしろそっちの方がぽいじゃないですか、韓国中国ってね。袋麺のね、乾麺の。刀削麺試した。今度絶対刀削麺食べよう。おお、佐々木も行きたがるとは2人してね。だからちょっとね、名札がね、2列3列になってるから、奥から見にくい。なってた。僕の選んだ麺なんなん刀削麺って書いてたけど、違う、だから取ったのは違うやつ。違うやつです。刀削麺一番奥やったもん。刀削麺の列のあれがうまかったです。麺が。それをぜひとも皆さんね食べてもらえればと。結局髪型の話は全く出ませんでした。どこで切ってるんですか。高槻の
頑張ってきてなんか一通のとこなんですけど。高槻の一通山ほどある1万箇所ぐらいあると思うけど、まあそこでカットしてね、もう馴染みのお店です。もう最近はい。さっぱりしたでじゃあ行きましょうか。はい。はい。